海軍飛行予科練習生。当時予科練は多くの少年たちの憧れであった。空を飛び国を守る海軍航空兵になりたい、その思いを胸に全国から志願者が集まったのである。しかしその門は極めて狭かった。試験には何万人もの少年が挑み、合格できるのはその中のわずか数千人。倍率が10倍を超える年もあったと言われている。厳しい身体検査、学科試験、適性検査。選び抜かれた少年たちはまだ10代半ばで海軍へ入り、過酷な訓練の日々を送ることとなる。制度が始まってから終戦までの15年間で約24万人が入隊し、約2万4千人が飛行練習生課程を経て戦地へ赴いたのである。特別攻撃隊として出撃した者も多く、戦死者は8割の1万9千人となった。予科練とは彼らにとって誇りであり、夢であり、青春そのものであった。そうですね。あれは、12月に申し込んで、で、暮れの岩国かなんかにね、2週間、飛行兵の飛行員受けたんですよね。誰でも彼でもっていうわけにいかんでしょうからね。で、2週間受けたんですよ。いろいろ、こんな椅子にそうやって、ぐるぐる伸ばされて、パーンと掘り出されて、主みたいにね、めまいのあれなんかね、いろいろ受けたんです。2週間受けたんですよ。学科試験やとかはね、学科試験やとか、こんなもうで、いろいろあったんですよね。岩国で2週間受けたと思うんですよ。それからね、霞ヶ浦のね、土浦です。土浦へ入隊したんですよね。5月1日ですかね。17年の5月1日やね。土浦へ行って、で、入ったんですよね。5月1日に。一応、土浦へ入りますわね。予科練で。そこで適正検査というのはあるんですけどね。まあ、あそこは、霞ヶ浦ですわね。で、水上飛行機でね。みんな、だいたい飛行兵って操縦を覚えますわね。だからやっぱり大事なのは偵察だとかね。その当時偵察でも、まあ、私たちよりか何年も先入った人なんか、人数も少ないし、まあ言うて失礼ですけど、もうちょっと厳格に偵察でも何でもやらないかんということでね。で、私ら18期やったんですけど、徹底的に訓練されてたですよね。電信やとか、モールス号ね、やとか何かを。まあ、操縦なんかやったら半年もね、訓練すればもうできますけど、偵察なんか電信やったか何かはね、半年や1年でなかなかいけませんですからね、2か年受けたんですからね。土浦は予科練で練習部隊ですからね、水上飛行機ですわね。はい。フロートのついたね。でそこで一時受けて、偵察やとか操縦に編成されたんですよね。適正受けて。まあみんな飛行機言うと操縦士になりたいんですけどね。私電信やとか無線の方は、まあ言うて失礼やったんですけど、いやまあ一番ぐらい自分で
一番やったと思うんですよ。300何十人おったんですけどね、もう最後に、戦地の方行くのに、一番先が俺なんですからね。予科練18期、オツ州飛行予科練習生ですよね。オツ州飛行予科練習生っていうね、18期。いや、七つ部隊いうのはね、初めは水平服やったんですよ。七つ部隊は私が入って、6ヶ月か7ヶ月ぐらい後にできたんですよね。一応最初来たんですけどね。それまで水平服やったんですよ。そうですよね。7ヶ月か8ヶ月ぐらい水平服来たんですよね。思い出にある。思い出にあることっていうのは徹底的に絞られて。僕と戦ったりね、ケツをね、尻をね、それがもう昔から常識やったんですよね。こんな間僕と思ってね、尻ペダを叩くんですよね。海軍中二病とか、そんなような名前をつけてね。そうですよね。尻を叩かれる、他のとこ叩くと骨折したりね、何かするから、尻が一番肉があるから。もうそれが、軍人精神を叩き込む、あれの教員やったんやろうね。朝起きて、ハンモックを片付けるときから夜寝るまでね、訓練ですよ。ものすごいですわね。で、休暇に帰って誰かを誘ってくれ言うて、予科練入るように話してくれいうこと言われたんですけどね、もうこんなきつい訓練は自分一人で状態、こんな若い子にそんな体験させたくないって言って、予科練入れいうようなことは言えなかったですからね。自分一人でもう女性と思って。もう戦地行く前の実施部隊ですね。あそこは厳しかったですからね。エンジンが止まってね、担保の石垣エンジン激突したんですよ。